霊界通信小桜姫物語朝の朝風呂千代68誘拐の神社。かれこれするうちに指導役のおじいさんからはお宮の不審がもうだいぶ進行しているとのお知らせがありました。あと10日も経てばいよいよ鎮座祭の運びになる。形こそ小さいが不審はなかなか手が込んでいるぞ。そんな噂を耳にする私としては、これまでの修行場の引っ越しとは違ってなんとなく気がかり。幾分腰入れ前の花嫁さんの気持ちといったようなところがあるのでした。つまり嬉しいようで、それで何やら心配なところがあるのでございます。おじい様、鎮座祭とやらの時には私がそのお宮に入るのでございますか？いや、それとも少し違う。写し代にお宮が立つ時には同時にまたこちらの世界にもお宮が立ち、そなたとしてはこちらのお宮の方に入るのじゃ。が、そなたも知る通り玄幽は一致。誘拐のことは直ちに限界に移るから、実際はどちらとも区別がつけられないことになる。限界の方ではどんなところにお宮を建てておるのでございますか？あそこは何と呼ぶか。つまり籠城中にそなたが隠れていた海岸の森影じゃ。今でも里人たちは遠い昔のことをよく覚えていて、わざとあのところを選ぶことにいたしたらしい。では油壺のすぐ南側にあたる高い崖のあるところでございましょう。大木のこんもりと茂った。その通りじゃ。が、そんなことはこのわしに聞くまでもなく、自分で覗いてみたらよいであろう。限界の方はそなたの方が本職じゃ。おじいさんはそんなことを言って真面目に取り合ってくださいませんので、やむを得ずちょっと統一して覗いてみると、果たしてお宮の所在地は私の昔の隠れ家のあったところで、辺りの模様はさしてその自分と変わっていないようでした。不審はもう八分通りも進行しており、大工やら屋根屋やらがいずれも忙しそうに立ち働いているのが見えました。おじい様、やはり昔の隠れ家のあったところでございます。大層立派なお宮で、私にはもったいのうございます。限界のお宮もよくできておるが、こちらのお宮は一層手が込んでおるぞ。もうとうに出来上がっているから、入る前に一度そなたを案内しておくといたそうか。そうしていただけば何より結構でございますが。ではこれからすぐに出かける。相変わらずおじいさんのなさることは早急でございます。私たちは連れ立ちて海の修行場を後に、波打ち際のきれいな白砂を踏んで東へと進みました。目手はのたりのたりといかにものどかな海原。ゆんではこんもりと樹木の茂った丘続き。どう見ても三浦の南海岸をもう少しきれいにしたような景色でございます。ただ海に一艘の漁船もなく、また他に一軒の人家も見えないのが現世と違っている点で、それがために何やら全体の景色に夢幻に近い感じを与えました。歩いた道のりは一里余りでございましょうか。やがて一つの奥深い入り江を回り、二つ三つ松原をくぐりますと、そこはうっそうたる森影のこじんまりとせる別天地。どうやら昔私が隠れていた浜磯の景色に似て、さらに一層理想化したような趣があるのでした。ふと気がついてみると、向こうの崖を少し削ったところに白木造りのお宮がこの葉隠れに見えました。大きさは約2間四方。屋根は厚い杉皮葺き。前面は石の階段。ぐるりは濡れ縁になっておりました。どうじゃ、立派なお宮であろうが。これでそなたの身もようやく固まったわけじゃ。これからは引っ越し騒ぎもないことになる。そう言われるおじいさんのお顔には、多年手がけた教え子の身の振り方のついたのを
心から喜ぶといった慈愛と安心の色が漂っておりました。私はもったいないやら嬉しいやら、それにまた遠い地上生活時代の淡い思い出までも打ち混じり、今さら何と言うべき言葉もなく、ただ涙ぐんでそこに立ち尽くしたことでございました。